皆さんのおかげでこのポッドキャストが続けられています。サポート本当にありがとうございます。それでは始めましょう。はい、じゃあ本日はミクリアルジャパニーズのミクさんに来ていただきました。やっほー。やっほー。お願いします。よろしくお願いします。もうミクさんとは4回目ぐらいですね、お話しするのが。そうですね。結構話しましたね。ね。だから、今日は雑談で、ちょっといろいろミクさんに、質問じゃないですけど、ミクさんに聞きたかったことを聞いてもいいですか？あ、何かな怖いな。怖い。じゃあ、ミクさんの大阪人度チェックをちょっとしたいんですけど。大阪人度チェックは、ちょっと抜き打ちテスト。抜き打ちテスト。はい。例えば、邪魔するで。邪魔するでって言ったら、なんて言いますか？邪魔するで。邪魔するんやったら帰れ。帰ってじゃないですか。帰ってとか帰れとか、やっぱ言いますか？お邪魔しますって言われて、邪魔するんやったら帰ってとか、言いますね。時々。大阪人同士だったら言うかな。男の人は邪魔するんやったら帰れって言います。そうなんですね。なんかこれ子供の時流行ってクラスで。多分吉本新喜劇っていう笑いがありますよね。はいはい。それのネタの一つですよね。邪魔するで、邪魔するなら帰ってみたいな。なんか、そういう別にそれが話したかったわけじゃないんですけど、やっぱり本当に言うのかなと思って本当に言いますか？時々そうやって冗談で言いますけど、日常生活でそんなこと言う人あまりいないですね。本当ですか？じゃあ、間違ってました。でも時々しますね。なんか日本でテレビ番組で噂の県民賞っていう賞が番組があるんですけど、なんかそれを見てるときになんか大阪の方がいつも明日のパンを心配するっていうのがあったんですけど。明日のご飯？明日のパン。明日のパン、明日のパンないやんって。明日のパン買わない。パン買いに行こうって。確かに確かに。私のお母さん、いつも明日のパンのことを話してる気がする。なんか、スーパーとか行ったら、明日のパンないわ。パン何がいいって言われますね、よく。やっぱ朝はパンなんですか？朝パン食べる人多いんじゃないかな。どうだろう。朝ごはん、ご飯食べる人もいますけど、私の家はパン派ですね。なるほど。なんか、大阪のお母さん、おかんは、明日のパンを心配するって、よく言ってて。そうなんですね。本当なのかなってちょっと聞きたかったんですけど。確かに言われてみればそうかもしれない。あとはもうなんか、スーパーとか行ったら、本当にできるだけ安いものを買いますよね。あと、なんか8時ぐらいからセールが始まるじゃないですか。スーパーによっては、8時から割引が始まるところもあるんですけど、そこには結構大阪人行きますね。ケチなので。お得な商品を狙っていきますよね。そう。で、なんか買い物とかしてて、まだそのスーパー行った、なんか初めてそのスーパーに行った時に、普通にお惣菜をカゴに入れようとしたんですね。じゃあ、知らないおばちゃんが話しかけてきて、姉ちゃん、あと10分でセール始まるから、もうちょっと待っときって言われたんですよ。アドバイス。そうそうそう。もうちょっとで安くなるから、もうちょっと待った方がいいよ。待っときっていうのは待っててっていうことなんですけど。って言われて、あ、そうなんですか、ありがとうございますって言って、本当に10分待ったらセール始まって、めっちゃ安く買い物できたんですよ。知恵ですね。大阪人、せこいから。でも私もやりますよ。なんかデパートとかだと閉店時間が早いんで、デパートの地下に行くと、
まあ通称デパ地下っていうんですけど、そこは食品売り場があって、だいたい6時ぐらいから、セールを始めるんですよ。割引を始めるので、いい食材が安く買えるので、よく行きます。あとなんか聞いたことがあるのは、関東だと何か新しいものを買ったときに、ねえねえ、このバッグいくらだと思うって聞いて、なんか高そう、1万円ぐらいするんじゃないっていう会話をするらしいんですね。大阪だと、まず、これなんぼやと思うって。なんぼっていうのはいくらって意味なんですけど、これいくらだと思うって聞いて、で、値段の高さを自慢するんじゃなくて、どれだけ高い商品を安く買えたかを自慢するんですね。で、例えばね、友達が8000円ぐらいじゃないって言うとするじゃないですか。じゃあ大阪人は、ちゃうねん。これセールで3000円やってん。言いますね。ほんますごいなとかって、それで言そう、うんですか？すごいな。安っ。どこで買ったんって聞かれますね。そうそうそう。ちゃうねんっていうのは違うんだよって意味ですね。違いますって意味ですね。違うよっていう意味ですね。大阪人の話。ミクさんが大阪出身だから、ちょっと聞いてみたかったんですよ。そう、最近なんか流行語でも、知らんけどって流行ってるじゃないですか。知らんけども大阪発祥じゃないですか。標準語の人も、そうですね。はい、知らんけどって使うようになったんですけど、それでちょっと興味を持って。そうですね。大阪人、本当によく言います。知らんけどって。知らんけどっていうのは知らないけどねっていう意味なんですけど、例えば、なんか、情報を相手に与えるんですね。なんか最近できたラーメン屋、めっちゃ美味しいらしいで、なんかいろいろ麺とかもおかわりできるし、いいらしい、知らんけどって言ったり、なんか、いろいろ言った後に、なんか最後に知らんけどって、知らないけどって言って、責任を取らない。自分が言ったことに責任を取らないっていうのがよくありますね。それめちゃくちゃ面白いですね。知らんけどって言われたら、知らんのかいって言わないといけないです。そうなんですか。突っ込まないといけない。そこまでが、本当の大阪人か、本当の大阪人じゃないかで分かれるかも。確かに。言わないですね。知らんのかいって言わないですね。知らんのかいとか、知らへんのかいとかっていうツッコミをしますね、大阪人は。なるほど。へえ、ツッコミか。じゃあ、ミクさんはそのツッコミがある文化で育ったんですね。そうですね。やっぱり大阪で誰かがボケると、誰かが突っ込みますね。ボケるっていうのはちょっと面白いことを言ったりとか、ちょっとバカなことを言ったりするっていう意味なんですけど、大阪にはボケる人と突っ込む人がいます。なんか日本のお笑い番組とか見たことがある人は知ってるかなと思うんですけど、やっぱり日本のお笑いって大体コンビですよね。2人でやってますね。そうそう、2人でやってますね。海外だとスタンドアップコメディとか、1人でやってる人が多いイメージがあるんですけど、日本のお笑いは1人でやってる人もいるんですけど、結構2人のグループが多いですよね。で、2人で1人はボケで1人がツッコミなんですよね。そうそうそう。だから基本的に誰かがボケたら突っ込まなきゃいけないっていう文化はありますね。ボケたままにしたらかわいそう。そういう、かわいそうって思っちゃうんですか。そう。でも、そのボケが面白くなかったらみんな無視します。そうなんですね。厳しい世界ですね。その世界で育ったんですね。そう、だから、逆にボケが面白くなかった時、何か面白くないことを言った時に、みんななんか、何言ってんのみたいな顔をするんですね。で、その人が、滑ったって。滑ったっていうのは面白くなかった。誰にも受けなかった。誰も笑ってくれなかったって意味なんですけど、めっちゃ滑ったわって言ったらみんな笑う。なるほど。逆に。
自分で滑ったって言うんですね。なんかちょっと武道みたいですね。そういう型があるみたいですね。パターンがあって、こう言ったらこう返すみたいな。練習が必要ですよね。そうなのかな。多分ミクさんは大阪で育ったんで、意識せずに多分できてると思うんですけど、拾ってあげなきゃとか、ここ笑うところだからとかあると思うんですけど、いや、そんなに笑いを中心に生活してる人は少ないと思うんで、いや、なんか、ミクさんの動画とか見てて、すごい面白いなと思って、いやいやいとやいや。かも、だから、いや、そういう環境がそうさせてるのもあるんですね。結構、小学校とかでも誰かがボケたら、誰かがなんでやねんって突っ込んだりとか、何言ってんねんって言ったりとかしますね。アホちゃうとか言ったりします。かわいいですよね。アホちゃうって、なんか関東の人からしたら多分、ちょっときつそうに聞こえるんですけど、でも、ああ、でも、そうかわですね。いい、愛を込めて言ってるんですね。何しそうてんそうそう。のみたいな感じで。多分関東だと、アホっていう言葉は結構きつく感じるらしいですね。そうですうん。ね。バカの方がちょっと可愛い感じ。バカじゃんって言われた方が、もうちょっと優しい感じ。でも大阪とか関西でバカって言うと、本当に悪口ですね。ただの悪口。あ、なんかそうなんです。頭が悪いってこと。でも、アホっていうのは、いろんな意味があって、面白いとか、大好きっていう気持ちも込めて言うんですよ。例えば私が何か失敗した時に失敗の話をすると、こんなことがあって、もう最悪だったって言うと、アホやんって友達に言われます。アホやんっていうのは、You're stupid っていう意味だけど、もう面白いなっていう感じ。そうそう。だから愛情がこもってると思います。なるほど。大阪人のアホには愛情がこもってる。そうそうそへえ、面白いですね。で、ミクさんは、まあ、いろんな国を旅行されたことがあると思うんですけど、まあ、もちろん住んだことがあると思うんですけど、なんか、やっぱ日本とのお笑いの違いって感じますか？なんか、こういうギャグが受けるとか、受けないとか。ああ、そうですね。なんか初めてスペインに留学した時は、はい。やっぱり笑いの違いを感じましたね。うん。ユーモアの違い。例えば、日本って、なんだろう、結構空気を読む文化があるじゃないですか。はい。で、なんか気まずい瞬間ってあるじゃないですか。うん。日本だけじゃないけど、なんか気まずい瞬間はい。が、ちょっと日本人にとっては面白かったりしうーませんか？ん。うん例えば、うん。なんか大阪に住んでた時に、電車に乗ってたんですね。うんうん。で、あの、結構人が多かったんですけど、私、普通に電車の席に座ってて、前になんか若い男の人が座ってて、その横に座ろうと思ったおばちゃんがいたんですよ。はい。で、そのおばちゃん、普通に席に座ろうと思ったんですけど、うんうん。座ろうと思った瞬間に電車が動き出したから、ああ。そのおばちゃんは、そのうん。若い男の人の膝の上に座ったんですよ。一瞬。で、なんかすみません、すみませんってみんな、おばさんは言ってて、その男の人も、なんうんうん。かもなんかもうびっくりしたというより、もう面うん。白すぎて笑いをこらえてるんですうよ。なんか、ん。笑いをこらえてて、で、周りにいる人たちうん。も、うん。その気まずい雰囲気が面白かったから、みんなちょっと笑わないようにしてたんですね。結構日本の笑いってそういう気まずいうん。こととかも、あると思うんですけうど、ん。スペインでそれはあんまり感じなかった。あなんか気まずあ。さとかじゃなくて、結構その下品なことを言ってみんなが笑うっていうパうん。ターンが多かった。ああ。へえ、うん下品っうんうん。て、ごめんなさい。そこも、下品ってどういう下品ですか？
下ネタですよね、もう。小学生が言うような下ネタですか？いや、排小学泄物生、とか。そっちじそゃない。れじゃない。本当にあ下ネタのちょあ、っと変あ態なあ、はいジョはい。ークとかがウケるああ、なるほど。なっへて私はえ。感じた。だからなんかこのうん。人たち結構下ネタ好きだなって思いなへがらえ、そうなんで聞いてたんですすね。けど、へ日本え、ではなんか下ネタは結構タブーな気がする。なんかあそうですよ。んまり使わないですよね。うん、笑いで。ちょっと皆さん下ネタっていううん。ね、単語がわからないかもしれないんですけど、はい。下っていうのはね、ちょっと下っていう感じですよね。はい、そうです。だからちょっと変態のネタっていうはい。ことそうですね。なんですよ。まあ、大人の、ダーティージョークですかね。そう、ダーティージョーク。それがなんかうん。結構スペインではうーん。受けてた気がする。うん。メキシコでもちょっと似てたうーかもしれん。ない。なるほど。なんか、ちょっとスペイン語圏の、まあ、私、カナダうんにいた時うん。に、なんか語学学校みたいなとこちょっとだけ行ってたんですけど、その時にいた人が、まあ、ママシータって呼んでくるんですよ。完全に友達なのに。おー。うん。ええ。恋愛系のネタなのかなとか思って。ママシータってわかりますあか？あ、なんかちょっと変態な呼び方ですか、ママそうそう、シータって。わかんない。なんか、ちょっと私もよくわかんないんですけど、いつもママシータって呼ばれてて。何それ。別にパパシートってどういう意返さなきゃいけ味かな。ないらしいんですけど、その型的には。多分、なんか僕のセクシーな、わからないですよ、翻訳は。でも、まあ、僕のセクシーな女性みたいな意味かな。なんうん、かそんな意そんな感じだ味だったとと思う。思います。うん。パパシーうん。タって呼んでたんですパパか？パパシーあ、パトパシートか、うパパシーん。ト。そう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 。うん。って呼んでましたね。まあ、うー冗談で仲のいいん。子だったんですけど。ううん。ん。結構そうですね、スペインとかメキシコで感じたのは、うん。うん、結構はっきりわかる笑いでした。うん。ああ、そううんうなんですね。んうん。へーそう。で、あと、イギリス人の友達とか結構いたんですけうど、ん。イギリスの笑いはちょっとわからなかった、私。ちょっなんか、とダークヒューモアかななんていうんですかね。そう、なんかうん。皮肉っうんぽいうん。うん。笑いですよね。皮肉を言って、で、その皮肉の中には真実があるんですよね。う本当のん。ことを言ってるんですけど、その言い方をちょっと皮肉っぽく言って、うんで、みんな笑うっていうのが多いですよね。うん。うん。だから、なんかね、真顔でうんその皮肉を言うから、この人、なんか私に、なんか悪口言ってるのかあ、ひどいなって、人みたいな。そうひどい人、ただのひどい人かなっうて思ん。ったら、うん。I'm joking って言われるうん。から、なんか、あ、そう。冗談だったのかって気づうくんですけど、ん。そう、そうですね。冗談で言ってるのか、本気で言ってるのか分からなかった、うイギリスは。ん。そうですね。そなんか、これは、日本にいる外国人に聞いたことがあるんですけど、やっう。うぱりそん。のイギリスとかオーストラリアとかニュージーランドとか、そのグループはなんか笑いが一緒というか通じやすいらしいんですね。そのイギリス連邦の国の人たちは、そのちょっと皮肉っぽいジョークが通じやすいけうーど、ん。アメリカ人の友人には通じないから、やっぱりよく遊ぶのも、そのイギリス連邦の人たちになるって言ってました。これは本当か、あ、個人の、感想かもしれないんですけど。でもそれ聞いたことあります、あります私も。か？ううん。ん。そう、笑いそうそうそう。だから、が違うから。笑いのセンスって大事ですよね。うん。うん。ねでも、なんか、アメリカ人とか外国の方が好きな日本の笑いは、志村けんとか、うーん。ビートたけしの、なんはい。だっけ、名前。名前忘れちゃったんですけど、昔のお笑い番組で、なんか本当にちょっと危ないことをしたりするんですね。うーなんん。か滑り台から裸っていうかほとんど裸で滑って泥だらけになるとか、あなんあ。かちょっと大胆な笑いがアメリカでは受けてたうーらしい。ん。志村けんのアイーンとか、うん、うん、うん。バカ殿。ああ、白く塗って、なんうか、ーん。侍みたいに。ちょっとうー後で写ん。真載せてもらったらわはい、かると思うんでそうですね、バカ殿すけど、さん。はい。そう。うーん。とかが受けるって聞いて、あ、うんアメリカの人とか
欧米の方はこれが面白いって思うんだなと。日本人でも、まあ面白いって思いますけど、日本人はどうだろう。なんか、さゆりさんはどう思いますか？なんか、違うと思いますか？日本の笑いと海外の笑い。そうですね。日本の笑いは、まあどうだろう。最近の笑いは見てないんですけど、まあ誰かの見た目をバカにするのが結構多かったかなと思いますね。今はそういうのがちょっと古いって思われてて少なくなってきたのかなとは思うんですけど、昔はそういう、まあ女性だったら、まあ女性のコメディアン、女性の芸人さんは、まあデブかブスじゃないといけないみたいなのが昔はありましたよね。確かに。だから、なんか、わざとちょっと太ったりとか、わざと変な髪型にしたりしてるお笑い芸人はいますよね。そうですね。わざと眉毛を太く描いたり。ああ、そっか。わざとキノコみたいな髪型にしたり。そう日村さん。そうそう。そうですね。そうそう、確かに、それは海外にはないかも。あと、多分日本で結構海外の人がびっくりするのが、バラエティの番組が多いじゃないですか。はい。でそのバラエティでの笑いが、年末の番組で結構油がある滑り台、はいはい。油でもうなんかベットベトになった滑り台をみんなで登って誰が一番早く登れるかっていうめっちゃ。ことをしてたり、で、うそれを見てん。日本人はケラケラ笑うわうけじゃないですか。そん。れは海外にはないと思あ、そうなんですか。う。ない、バラエティでそんなあ頭おかしいー、ことしてる国ないと思う。あと、熱いお風呂に入るとか、おでん食べるとかですかね。そういうそう。系のですかね。そうそううそう。ん。ああ、確かに。なんかリアクション芸人うん。もいますよね、日う本は。そうですね。そうそうそう。へえ。なんかそういうのはなんか海外のう方がん。もっとこう、コメディアンが、お笑い芸人が頭がいいイメージがある。そうそのスタンですね。ダップコメディとか見てたら、この人はい。頭の回転早いなって思ったり、うなんかこのん。人、なんか一つの、えっと、物事を、なんか違う角度から面白くうん。話すのが上手。うん。日本はそれもできる人もいるけど、こう、テンポとか、うん。そのコンビでお笑いをしてる人は、その二人のテンポとか、掛け声とかが面白いと思う人もいると思う。うん。だからそのボケとツッコミってさっき言いましたけど、はい。ツッコミでその日本のお笑い芸人は頭を叩いたりするじゃないあ、ですか。そうですだからね。なんでやねんっうてコンん。うん。ビ、相手の相方の頭を叩いたりはい。するじゃないですか。それは海外にはないってみんな言ってました。そうですね。聞いたことあります。うん。ちょっと失礼に当たるんですかね。やっぱり、体に触るっていうのは。そうなのかな。うん。ううん。日ん。本だと当たり前ですけどね。うん。まあ、一般人は頭叩いたり絶対しないですけど、確かに。結構なんか大阪人はこういうふうに、なんでうん。やねんって言った肩ぐり、らいなら別そうに。そうそう、なんでやねんって言っうたりとかん。しますね。ううんうん。あ、そう、全然これ関係ないんですけど、ミクさんって、うん。結構、英語の本読んでるのをインスタに上げてるじゃないですか。うん。読むのは日本語の本が多いですか？それとも英語の本が多いですか？両方読みますね。へー。うん。日本語に翻訳されてない本もあるので、そういう場合は英語で見ますし、うん日本語に翻訳されている場合は、日本語の方がやっぱり簡単なので、簡単だし意味も深くわかるじゃないですか。うん。はい。だから日本語で読みますね。でもうん。時々英語の勉強として、英語で本を読むこともあります。じゃあ、日本人が書いた本っていうのはあまり読まないってことですか？あ、日本人が書いた本も読みます、ああ読みます。ー、うん。私、えー、結構脳科学とか好きなので、え茂木ー、健一郎さんはい。の本を読んだりしますね。脳につそうなんだ。いてとか。結構科学の本が好きなんですか？科学も好きだし、うん。心理学とかも好うきですね。ん。うん、でも小説も読みます。うーうん。ん。なるほど。そう。
さゆりさんは？私は本当にまんべんなく何でも読みますね。新書も読むし、さっき言った科学みたいな本も読むし、小説も読むし、はい。よく本読みますか？よく、まあそうですね。習慣っていうか、まあ普通に家に本がありますね。うだから、ん。私結構本よく買うんですよ。うん。買って、もう読んで、メルカリで売ります。うん あ結構新しい本とかすぐ買って、話題の本とかは買って読んあ、うで、ん。メルカリに売って、はい。昨日はね、6冊もう発送しましたね。売れたので。あ、そうなんですそうそうか。そうそう。私最近も、紙の本じゃなくて、Kindle のあ本を読あ、みます。うーうん。ん。結構旅行することが多いので、ああ、そうです旅ね。行の移動中に本を読みたいので、うーん。Kindle バージョンをう買いますね。んうん。ああ、でもやっぱり紙の本の方がいい種類のうん。本もあるじゃないですか。例えばポエムとかなんうかん。詩が書いてる本とかはやっぱり紙の本の方うん。がいいですよね。パッて開いたものを読むとか。うん。うんうんああ、そうですね。ううん。ん。うん。まあ、それがちょっと気になっただけなんですけど、よく、いつも英語のポエムみたいなのあげてるなと思って。うんうんううん。ん、そうそ結構そうですね。日本語だけじゃなくて、英語でいろんなことをう。うん。読むと、また違う知識も得うられるし、ん。違う視点から物事を見られるようになるので好きですね。じゃあ、本日もミクさんどうもありがとうございました。こちらこそ楽しうん。かったです。あはい。りがとうござありがいましとうございました。た。また、はい。じゃあまたはい。ね。ありがはい。とう。お疲れ様でした。今回のようなビデオポッドキャストがもっと見たい人は、私のウェブサイトをチェックしてみてください。各エピソードの単語をはじめとする学習資料がたくさんあります。テーマを掘り下げて勉強したい人にぴったりです。よろしくお願いします。それではまた次の動画で。バイバイ。